皆さんこんにちは、ナオトです。今回は僕の好きな漫画を紹介したいと思います。今回紹介する漫画はこちらです。孤高の人。この漫画は坂本真一という方が書いていて、ロッククライミングや登山の漫画です。孤高の人はもともと登山家の加藤文太郎の生涯を題材にした新田次郎による小説なのですが、それを坂本さんは漫画として描きました。ストーリーも小説とはだいぶ違うみたいです。この漫画を読み始めた時は王道の少年漫画かなと思っていたんですが、途中から漫画のスタイルが大きく変わってどんどんのめり込んでいきました。最初は別の人がストーリーを考えていたようですが、途中から坂本さん本人がストーリーを考えるようになり、それが漫画のスタイルにも影響しているのかなと思いました。ではまず簡単にあらすじを説明したいと思います。孤独な青年森文太郎は同じクラスの宮本にけしかけられ、校舎をよじ登ることになった。それを成し遂げた時の充実感は文太郎に生きていることを実感させるものだった。文太郎はクライミングへの気持ちを加速させ始める。次に孤高の意味ですが、世間から離れて一人で自分の志を守ることという意味みたいです。英語にうまく翻訳できないニュアンスだと思います。孤高の人の一番の特徴は何といっても比喩表現だと思います。自分のペースで歩くことをクラゲに例えたり、スープをすすっている女性をカマキリに例えたり、煩わしい人間関係を山の吹雪に例えたりしています。キャラクターの心理がそのまま現実の世界に投影されるので、たとえ山を登っているシーンだとしても、次のページで何が出てくるか分かりません。また比喩表現は音を伝えるためにも使われています。例えば氷の山が崩れる音を表すためにビルの倒壊を描いています。漫画の途中からは擬声語・擬態語そのものが使われなくなり、漫画としてとても珍しい試みをしているなと思いました。これも坂本さんの画力がなせる技だと思います。物語の軸になっているのはもちろん山や登山家ですが、孤独に生きることや夢を追いかけることの是非、そして女性や女性の生き方そのものもリアルに描かれているので、とても幅広いテーマを扱っているなと思いました。また孤高の人ではピュアなラブストーリーを読むこともできます。僕もどちらかというと主人公森文太郎みたいな性格なので、とても共感しながら読むことができましたし、自分の生き方が肯定されているような気持ちになりました。ストーリーや画力、アイディア、すべてが最高レベルの作品だと思います。皆さんももし興味がありましたら、ぜひ読んでみてください。下の概要欄に試し読みができるサイトと、この漫画の作者坂本さんのインタビュー動画のリンクを載せておきます。また、この動画のスクリプトとここの単語リストが見られるサイトも作りましたので、ぜひ下の概要欄から見てみてください。これからもいろいろな漫画を紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。じゃあねー。